本当についにこの日がやってきたよ。僕たちが今日、その底知れぬ深淵にまで足を踏み入れるのは、卓球界の影の支配者、いや、もはや真の支配者と言っても過言じゃない存在についてだ。そう、この卓球ラバー接着剤詳細調査レポート、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実の内容を文字通り原子レベル、ナノレベルで徹底的に解剖する時が来たんだ。レポートのサブタイトルにある真実という言葉、これ単なる煽り文句かと思っていたけれど、実際に読み進めるほどに背筋が凍るような、でも知的好奇心が爆発するような内容ね。私たちが普段卓球ショップの片隅でどれでもいいや安いのちょうだいと何気なく手に取っているあの白い液体のボトル、そこにどれほど凄まじいドラマと科学、そして競技の命運を分けるインターフェース工学が詰まっていたなんて、一体誰が想像したかしら。そうなんだよ。多くのプレイヤー、いや指導者レベルの人でさえラバーを貼れれば何でもいいと思っている。遂行を重ねることで、美咲、このレポートを開いた瞬間、その無関心がどれほど大きな技術的損失を招いているか、そして数千円、時には1万円を超える大切なラバーの寿命をどれだけ無自覚にかつ無慈悲に削っているかが残酷なまでに暴かれることになるんだ。僕にとっては、このレポートはもはやホラー映画よりもスリリングで、どんな物理学の専門書よりもエキサイティングな物語だよ。接着剤は今や単なる接合具じゃない。レポートが明確に定義するように、それはラバーとブレードの間で打球感をコントロールし、エネルギーの伝達効率を決定づける機能性インターフェースなのよね。2008年のスピードガム禁止という歴史的転換点から、現代の水溶性への強制的な転換、そしてこれからやってくる ITTF のさらなる厳格な事後検査規則。私たちは今、接着剤をただの糊ではなく、ラケット、ラバー、接着剤という三位一体のシステムの一部として捉え直さなきゃいけない時代に立たされているのね。まさにその通り、0.1 ミリにも満たない薄いゴムの膜が、ボールの初速を数%変え、回転量の最大値を左右する。その驚愕のメカニズムをレポートの内容に完全に立脚して、全20パート、1文字も1滴の液も漏らさずに語り尽くそう。接着剤選びで損をしたくないなら、そして自分の用具の真の力を解放したいなら、一言も聞き逃さないでくれよ。本格的な各論に入る前に、まずはこの膨大な調査の全体像を俯瞰しておきましょうか。検事、このレポートが最も強く、そして必要に主張している現代接着剤の本質的な変化についてエグゼクティブサマリー的にまとめるとどうなるかしら。革新は接着剤の膜こそがラバーの性能を決定づける不可欠な要素、つまりシート、スポンジに続く第3の構成要素であるというパラダイムシフトだね。レポートによれば、かつての溶剤系接着剤はスポンジを科学的に無理やり膨張させることで弾性を得ていた。でも現代の水溶性接着剤は天然ゴムラテックスを主成分とし、乾燥後に形成される弾性膜、フィルムそのものの物理的特性によって打球感を能動的にかつ精密に制御するツールへと進化したんだ。レポートのサマリーで特に注目すべきは ITTF による事後検査の厳格化、2025、2026年導入予定への言及ね。これまでの試合前チェック、つまりラケットケースから出した時の VOC チェックだけじゃなく、試合が終わった後にラバーを剥離して、ブレードの状態や膜の厚さを直接測定するという、まさに逃げ場のない抜き打ち検査が始まるという予測。これは全ての競技プレイヤーにとって、用具の根幹を揺るがす死活問題だわ。そうなんだ。だからこそ、プレイヤーは単に強くくっつくことだけを求めてはいけないんだ。規定の膜肌を維持しつつ最高の弾性を発揮し、かつ剥がした時にブレードやスポンジを一切傷めない剥離性の確保。この絶対的な性能と優れたメンテナンス性と厳格なルール遵守の高度な三位一体。これこそがレポートが提示する現代接着剤選びの唯一の正解への出発点なんだよ。なるほどね。単なるノリの話ではなくて、競技規則の隙間を縫いながらいかに物理法則を味方につけるかという高度な戦略の話なのね。このレポートが真実と銘打つ理由が、この冒頭のサマリーだけでも十分に伝わってくるわ。さて、各論の第一歩として、卓球界がたどった血と汗の歴史を振り返ろう。2008年、卓球の常識が根底から覆された。ITTF によるスピードガム禁止令だね。美咲、当時のことどれくらい知ってる？当時は世界中で大混乱だったわよね。ベンゼンやトルエン、ヘプタンといった強力な揮発性有機化合物、VOC を含む溶剤でスポンジを膨らませ、狂気的なスピードと独特の金属音を生み出していた。レポートでは、この時代を化学ブーストによるドーピング的狂乱期と評しているわ。
でも選手の健康被害と深刻な環境問題から ITTF は断腸の思いでこれを禁止したのよね。そう、そして訪れたのがレポートが物理的調整の時代と呼ぶ現代だ。溶剤という科学の魔法が使えなくなったことで、選手たちは接着剤の膜をどう形成し、どの程度の膜圧を付きそうかというより物理的で緻密なアプローチで失われた男性を取り戻そうとし始めたんだよ。初期の水溶性接着剤は多くのベテランプレイヤーの記憶にある通り、ただ重くなるだけで弾まないし、剥がすとスポンジがボロボロになるという、まさに暗黒時代の産物のような悪評も多かったけれど、メーカーの努力によって今は驚くほど多機能化しているわね。レポートの記述を借りれば、接着剤は不便な代用品から緻密なチューニングパーツへと完全に昇華したんだ。この歴史的経緯を理解してこそ、目の前にある一本のボトルの真の価値が理解できる。かつてのようなスポンジの膨張ではなく、現代は膜によるエネルギー反射の時代なんだよ。レポートでは、現代の卓球用接着剤を、そのテクスチャ、つまり粘度によって3つのタイプに厳密に分類しているわね。これ、具体的にどう使い分けるべきなのか、検事の工学的視点で解き明かしてちょうだい。喜んで。まず、サラサラ系、低粘度。これは水に近い高い流動性を持ち、極めて薄く均一な膜を作るのに適している。重量増加を極限まで嫌い、木材ブレードのダイレクトな響きを愛する選手向けだ。次に、トロサラ系、中粘度。塗りやすさと乾燥後の膜強度のバランスが取れた、最も普及している万能型。そして最後に、トロトロ系、高粘度。これは、意図的に厚いゴムの層を作り出すためのパワーヒッター用の特殊なセッティング用だね。理系タクト、カツオ000の調査に基づいたレポートのデータによると、粘度によって膜の厚みが劇的に変わるそうね。同じ液量を塗布しても、低粘度タイプを1回塗るのと、高粘度タイプを1回塗るのでは、乾燥後に形成される膜の厚みになんと 240% 以上もの差が生じることもあるという実証結果が出ているわ。そうなんだ。この粘度の差がインパクト時の衝撃吸収力や反発速度をミリ単位で決定づける。自分のラバーのスポンジの気候が耐気候なのか高密度なのか。その組み合わせを間違えると接着剤がスポンジの奥深くまで浸透しすぎてスポンジ死を招くこともある。レポートはこの選択ミスこそが高級用具の性能を殺す最大の要因だと強く警告しているんだよ。美咲、ここが今回のレポートの中でトップ選手や指導者が最も注目し戦々恐々としているセクションだ。ITTF が2025年1月に発表した ITTF アンベイルズエンハンスドラケットコントロールプロセスに基づくラケットコントロールプロセスの厳格なアップデートだね。2025年から2026年にかけて順次導入される事後検査、ポストマッチコントロールの衝撃。これまでは試合前にVBOCが出ていないかチェックするだけだった。でもこれからは激闘が終わった後の勝者のラケットを審判がその場でベリッと剥がすことが認められるようになるのよ。レポートの 5.1 項によればその目的は2つだ。1つは規定の膜発を大幅に超える過度な多層塗りによる不当なブースト効果をしていないかの物理的測定。もう一つはラバーの下に隠された規制対象外の補助剤や成分の科学的分析だ。もし剥がした時にスポンジが欠けたりブレードの表面がささくれたりしたらその用具は二度と元の性能には戻らない。つまりこれからは高性能であること以上に安全かつ美しく剥がせることがプロレベルの接着剤に求められる絶対条件になるわ。レポートではこの新規則への対策として膜の引っ張り強度が一定以上の製品を選ぶことをもはやルール対策として強く推奨しているわね。具体的なブランド分析に入りましょう。まずは日本の、いえ世界の王道、バタフライ、タマスのフリーチャック2よ。レポートではこれをどう位置づけているのかしら。レポートによれば、フリーチャック2は天然ゴムラテックス 100% ベースであることが強調されている。まさに世界標準のベンチマークだね。技術的にはスプリングスポンジとの適合性がメーカーによって完全に保証されているから、剥離時のスポンジ保護性能が極めて高いんだ。まさに失敗しないための接着剤の筆頭ね。レポートでも初心者からプロまで最もリスクの低い選択肢として推奨されているわ。特にテナジーやディグニクスといった繊細なスポンジにはこれ以外の選択肢はありえないとまで言い切るベテランもいるとか。そう。ただしレポートは乾燥時間の減収についても触れている。生乾きの状態で貼ってしまうとせっかくの天然ゴムの弾性膜が均一に形成されずかえって打球感がぼやけてしまう。基本を忠実に守ることで進化を発揮する、まさに日本の工学的誠実さを体現した製品だね。続いてはニッタクのファインジップよ。
これはもう体育館で見かけない日はないくらい普及しているわよね。レポートでは日本の高粘度トロトロ系接着剤の代名詞と評されている。最大の特徴は乾燥後に形成される膜の厚みとその驚異的な剥がしやすさだ。指でこするだけでまるで消しゴムのカスのように、あるいは脱皮するようにペリペリと剥がれるピーリング性は世界最高水準だね。独特のもちもちした厚い膜がインパクト時の衝撃吸収力としてのクッション性と復元力によるエネルギーリターンの両立を生むのよね。レポートの数値分析でもファインジップは一度の塗布で形成される膜の厚みがサラサラ系の約3倍に達することがあると記されているわ。そうなんだ。だから肝持ちを長くしたい選手や少し固めのブレードにしなやかさを加えたい選手にとってファインジップは単なる接着剤を超えた打球感調整剤として機能している。レポートが厚塗りの王道と呼ぶのも納得の圧倒的な存在感だね。海を渡って中国の巨大メーカー高層機のナンバー15アクアテックについてよ。アリエクスプレスなどの世界市場でもベストセラーになっているわね。レポートによればナンバー15は中国ナショナルチームが公式に採用する最も信頼性の高い接着剤だ。その物理特性は粘性と弾性の完璧なバランスにある。特に注目すべきはレポートが明かす2層塗布の推奨だね。1層目できっちり整地し、2層目で接着強度を出すことでスポンジ保護と伝達効率を最大化している。中国ラバー特有の硬くて重いスポンジをブレードに完全に一体化させるための合成の高い膜が作れるのよね。レポートのユーザーレビューメタ分析でも DHS ナンバー15は一度乾燥すれば湿気に強く、長期的な接着安定性が抜群という評価が目立っているわ。まさに中国の力を支えるインターフェースだ。さらにレポートは他社製品と比較してアンモニア臭が抑えられている点にも言及している。性能だけでなく施工環境への配慮もなされているあたり、世界トップブランドとしての意地を感じるよ。中国メーカーといえばこの名前を出さないわけにはいかないわ。海部。補助剤との組み合わせで有名なメーカーね。そう、レポートでは海部を補助剤と接着剤の世界的権威と呼んでいる。特にランゲー2、3や膜が厚くなりやすい海部のシリーズはプロ選手のカスタマイズに不可欠な存在だ。レポートの記述を借りれば海部の接着剤はスポンジを科学的に活性化させた後の極限状態での固定に特化している。補助剤でパンパンに膨らんだスポンジを剥がれずに、かつ弾性を殺さずに貼り付けるのは至難の業だものね。海部の接着剤はそのための高い引っ張り強度を持っているわ。さらに水溶性の白グルーも 60ml からラインナップされていて、現場での使い勝手が非常にいい。レポートが指摘するように海部はもはや糊のメーカーではなくエネルギー伝達の設計者だね。スピードガム時代の打球感を現代に良さげようとする彼らのアグレッシブな設計思想は世界中のパワーヒッターを魅了し続けているんだ。ここすごくマニアックだけど、このレポートを読まなければ一生気づかなかったかもしれない非常に重要な情報ね。中国ブランドスーケについての調査結果。そうなんだよ。レポートは多くのプレイヤーがスーケと単なる模倣品あるいは別ラインとして安価に流通しているスケというブランドを混同していると鋭く指摘している。僕たちが注目すべきはスピードサイエンス社が展開する本物のスーケのナンバー2緑ボトルだ。レポートの驚くべき実証結果によると、このスーケナンバー2は膜の強度が極めて高く、一度にシート状にきれいに剥がせるため、スポンジ保護においてDHS ナンバー15を凌駕するというレビューが続出しているのよね。中国国内のプロ専用フォーラムでも、スポンジを絶対に傷めない、最後に頼れる守護神として神格化されているとか。まさに現場の知恵の結晶だね。大手メーカーの陰に隠れているけれど、物理特性をナノレベルで突き詰めるとこういう名品が見つかる。レポートがこのマイナーブランドの真贋を明らかにし、詳細なスペックを公開した意義は卓球用具界における巨大な功績だよ。偽物に騙されず本物の緑ボトルを手に入れることが1万円のラバーを守る鍵なんだ。ここからは後半戦、さらに情報密度を上げていくわよ。接着剤を塗るときに誰もが一度は経験する液を出しすぎて大惨事というストレス。それを道具の力で解決した製品についてレポートはどう記しているかしら。サンウェイのウォーターグルーだね。レポートでは 100ml のブラシ内蔵ボトルが最大の特徴として挙げられている。これが単なる便利グッズだと思ったら大間違いだ。
マニキュアのように精密にかつ均一に液を広げられることで、塗りムラによる打球感のばらつきを物理的に排除しているんだよ。レポートの施工性比較セクションによると、従来のスポンジ形式に比較して、ブラシ形式は液量の正確な管理とエッジ部分への精密な塗布において圧倒的なスコアを記録しているわ。特にトップ選手が嫌う接着剤のたまりによる不均一な重量バランスの崩れをこのブラシが徹底的に防いでくれるのね。道具そのものの形状をアップデートすることで、ユーザーのスキルに依存せずにプロレデーの均一な張りを再現させる。まさにデザインによる工学的解決だ。レポートでは、このブラシ付きボトルの普及が今後の接着剤市場の新たなスタンダードになる可能性についてもかなり踏み込んで言及しているよ。次は隣国、韓国のトップメーカー、エクシオンよ。彼らのアプローチは科学というよりは IT に近い精密さを感じるわね。その通り。特に注目なのは、レポート35項にある IPSA 接着シートだ。オメガシリーズのような内蔵テンションが極めて高くて、スポンジが暴れやすいラバーのために開発された超薄型シートなんだけど、これ、スポンジ側とブレード側で接着強度が異なるという驚きのハイテク設計なんだよ。表と裏で粘着力が違うの？それってどういうメリットがあるのかしら？レポートの分析によれば、スポンジ側は強く、ブレード側は剥がしやすく設定されている。これによって打球のエネルギーロスを最小限に抑えつつ、張り替え時のブレード破損リスクをゼロに近づけているんだ。さらに接着液のアイボンドも容器の先端がテーパー状になっていて、空気接触を最小限に抑えながら精密な塗布が可能だ。まさに韓国の精密工業の結晶だね。今、世界のトッププロの間で密かにでも確実にシェアを広げているのがルーマニアのレボリューションナンバー3よ。レポートはこの製品を究極のカスタマイズツールと呼んでいるわね。レボリューションナンバー3はまさにメンテナンス性能の最高到達点だ。レポートによれば粘土を3段階から選択可能で、複数層を塗り重ねることで機械的カタパルト効果を物理的にかつ正確に制御できるとしているんだ。自分の打球感を接着剤の総数でカスタマイズするという新しい概念を提示したのね。レポートの実測データでも、レボリューションナンバー3で4層塗りしたラバーは、1層塗りの時と比較して初速が約 4.5% 向上するという驚愕の結果が出ているわ。しかもこれだけ多層塗りしても、剥がす時は一瞬なんだよ。レポートの表現を借りれば、1枚の完璧なシートとして脱皮する。高価な特注ブレードを1ミリも傷つけたくない、かつ性能を極限まで引き出したいというわがままなトッププレイヤーの要求を 120% 満たしている、まさに王者のための接着剤だね。中国のローシモメーカー銀河についても触れておきましょう。彼らのホワイトボトルね。レポートではこれを最も慈悲深い接着剤と呼んでいるけれど、その理由は？その理由は銀河独自の特殊軟化剤の配合にある。レポートの化学分析によれば、この成分は膜が乾燥した後もカチカチに硬化するのを防ぎ、長期間にわたってもちもちした質感を維持する役割を果たしているんだ。これがなぜ重要かというと、数ヶ月間貼りっぱなしにしても膜がブレードに固着しにくいんだよ。週に数回しか練習しない一般プレイヤーや、数ヶ月に一度しかラバーを張り替えない趣味のプレイヤーにとって、剥がす時の固着によるブレード剥離は最大の恐怖だものね。無理に剥がそうとして数万円のラケットの表面がささくれてしまったらもうおしまいだもの。そう。レポートは銀河の接着剤を一般ユーザーの用具を長期間守り抜くための最高の保険と位置づけている。プロ用のような極限の反発性能とは別の次元でのユーザーフレンドリーを追求したの名品だという評価だね。レポートはさらに、あまり知られていないけれどキラリと光る独自性を持つブランドについても調査しているわ。例えば、日本のジュイシや TWC のグルーフェンね。ジュイシのアクアエフェクトの技術はユニークだよ。非常に強力な接着力を持つ一方で、剥がす際は湿った布で間を湿らせることで皮膜をきれいに除去できるという独自のメンテナンスプロセスを提案している。そして僕が技術的に最も注目しているのが TWC のグルーフェンだ。レポートによれば、グルーフェンは弾みのロスを従来の 20% から 5% まで軽減できるという驚異的なデータを出しているわね。その秘密は何なのかしら。粒子サイズをナノレベルで均一化し、スポンジの気孔を塞がずに表面に分子の網を作る技術だね。これによりラバーが持つ本来の復全力を 100% に近い形でブレードに伝えることができる。レポートがラバーが目覚めるイノベーション
と絶賛するのもうなずける理論に基づいた次世代の接着技術だよ。ここからはレポートの後半。最も実践的でかつ多くの人が間違えているスポンジ特性に合わせた接着剤の分類と最適マッチングのセクションに入るわよ。ケンジ、確信をついてちょうだい。ここが一番の目から鱗ポイントだね。まずは大気口を持つ最新のテンション系ラバー。美咲、多くの人はテンションラバーは性能を殺さないために薄く塗れって教わってこなかったかい？でもレポートによればそれは接着不良とスポンジ使用を招く最大の嘘なのよね。その通り。レポートの真実の第1項を詳しく読み解くと、大気口スポンジは接着面積が物理的に狭いため、低粘度の接着剤を薄く塗ると液が気孔に吸い込まれてしまい、有効な接着層が形成されないんだ。だからこそプロの現場ではあえて粘度の高い接着剤ソウルスピンコネクトプラス等でスポンジ面を整地してから接着するという逆転の発想が取られている。この整地という概念こそが現代のハイエンドラバーの性能を 100% 引き出すための鍵なんだ。レポートが全20パートの中でも最も深刻なトーンで警告を発しているのがスポンジ死、えぐれという現象。これ工学的にはどう説明されるのかしら。レポートのマイクロスコープ解析が全てを物語っているよ。八坂のノリスケさんや TWC のグルーフェンのような超低粘度系は非常に薄く仕上がって軽量化には最高なんだけど、その水に近い流動性があだになる。毛細管現象によってスポンジの微細な気孔の深部まで毛細血管のように入り込み、そこで強固なアンカーを形成してしまうんだよ。膜が極めて薄いために剥がす時の応力が一点に集中してスポンジのゴム繊維を根こそぎ引きちぎってしまうのね。その通り。1万円近くする高級ラバーがたった1回の張り替えミスでその反発力と寿命を半分以上も失う。レポートではこの経済的損失を防ぐために最初の下地として膜強度の高い高粘度タイプを1層だけ塗って物理的な防壁を作るというプロ直伝の鉄壁のテクニックが紹介されている。これを保険として塗ることかで卓球人生における用具コストが劇的に変わるね。レポートが明かす驚愕の真実第4項 ITTF 規則事後検査と接着層の厚みの関係についてよ。ケンジ、これってルール違反じゃないの？それがルールを逆手に取った合法的なドーピングなんだよ美咲。レポートによれば ITTF は個別のスポンジ厚さを制限していないんだ。制限があるのはあくまでシートプラススポンジプラス接着層の合計圧が 4.0 ミリ以下であることだけ。っていうことは合計が 4.0 ミリを超えない範囲内なら接着剤をいくら塗り重ねてもいいってこと？その通り。プロの中には10から20層も塗り重ねる選手がいるとレポートにある。これは合計圧が限界ギリギリまでゴムの層を稼ぎ、それによって強烈なカタパルト効果を得るための戦略なんだ。これをレポートは現代における合法的なスピードガム効果と呼んでいる。さらにレポートは無臭が常に安全とは限らないとも警告しているわね。アンモニア臭がないタイプは快適だけど、保存性を高めるために特殊な化学物質が添加されている場合があって、アレルギー体質の場合、これによる皮膚炎のリスクがあるとしているわ。性能だけでなく、成分の安全性についても私たちはもっと敏感になるべきね。さて、全20パートにわたるあまりにも熱く、あまりにも濃密な議論もいよいよまとめの時間ね。ケンジ、レポートが提示した膨大なデータを踏まえて、私たちは明日から結局どう行動すればいいのかしら。レポートの導き出した結論は極めてロジカルでかつシンプルだ。まず、絶対的な安定感とメーカー保証を求めるなら、迷わず世界標準のバターフライフリーチャック2。そして、ラバーの弾みを一切殺さず、極限の軽量化を追求したいなら、TWC のグルーフェン。攻撃型プレイヤーにとって、弾みのロスを 5% に抑えるのは絶大なアドバンテージだ。さらに、硬い中国ラバーを使い、かつ剥離性、スポンジ保護を極めたいなら、本物のスイケナンバー2。大気孔スポンジの浮きを防ぎ、マイルドな打球感を得たいなら、日本の代名詞、ニッタクファインジップね。自分のプレースタイル、自分のスイングの強さ、及び用具にかけられる予算とメンテナンスの手間。これら3つの変数をレポートの適合チャートに当てはめれば、誰でも迷うことなく自分にとっての運命の一本が見つけられるようになっている。接着剤選びはもはやおまけじゃない。それはラケットを構成する最も重要な戦略そのものなんだ。最後に僕の魂を根底から揺さぶったこの解析レポートを締めくる最後の一文を引用させてくれ。接着剤の膜の厚さを 0.01 ミリ単位で制御するものは
現代卓球の高速なピッチと複雑な回転の駆け引きのすべてを支配する。用具選びは自分自身という存在を知ること。かつてのスピードガムのような音と見た目の派手さはないかもしれない。でも現代の水溶性接着剤の絶え間ない進化は、より緻密でより知的な用具との対話が求められる時代の象徴ね。レポートの物理解析が私たちの感覚という名の深く確かな霧を鮮やかに晴らしてくれたわ。さあ、美咲、そしてこの音声を聞いてくれたすべてのプレイヤー諸君、この膨大な知見という名の最強の武器を胸に、今すぐ自分のラバーを最高の接着剤で、そして最高の工学的理解を持って貼り直そうじゃないか。0.1 ミリの弾性膜の向こう側にある、まだ誰も見たことがない卓球の新しい景色。それを自分のスイングで確かめに行きましょう。2026年の新規則事後検査を見据えつつ、粘度と膜圧を戦略的にコントロールすること。それが勝利への、すると用具を愛する者への唯一の鍵よ。全20パート、最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。